見てください。はい。ジオラマなんですよ。どうもギワチンです。今日はですね、某 DJ コウさんがゴジラを作るということで、その助っ人としてこちらデアゴスティーニジャパンに来ております。ではね、背中にバーニングを宿していきたいと思います。どうもギワチンです。今日はですね、デアゴスティーニさんで DJ コウさんのゴジラを作っております。はい。多分視聴者はお前自分のゴジラを作れってツッコミがすごいと思うんですけど、今日だけはちょっとね、助っ人としてお願いします。させていただきました。コウさんはどうですか、作っていただいて。ネジのネジとドライバーはしっかりしたのがいい。ですよね。なんかプラスドライバー1と2が違って種類が。その僕もコメントでめちゃくちゃ気づかされて、1と2違いますよっていうので教えてもらうんですよ。そうか、作りそうなんですよ。ながら YouTube 配信してたりするってそうだよね。そうなんですよ。だから視聴者がいなかったらこう作れてなかったかもしれないみたいなのがあるので、めちゃくちゃ助かってます。皆さん最初のここのビニール破くときは何で破いてますか？もしこのゴジラを作るの続きがあるとしたら、第2弾第2弾ゴジラシリーズ。何がいいと思われますか？メガゴジラを作るっていうのは多分それは好きだからね。面白いじゃないですか。なんかギワさんが好きなんですよ。好きなんですよ。メガゴジラの良さはどのあたりですか？いや、なんていうんですかね、ゴジラは、なんていうんですかね、やっぱり生物じゃないですか。だから作ってる、それもすごいいいんですけど、やっぱりそのギャップが多少は少しはあると思うんですけど、メガだと小さかろうが大きかろうがもう説明がついちゃうというか、だから映画にどっぷり入り込めるんじゃないかなみたいなので、しかもメガゴジラ人気なので見てみたいなとか。皆さんちょっと手止まってますよ。ゴジラ自体がこういう色味も濃いし、単色じゃないですかね。はい。だからそれに対して言うとちょっと色味があってっていうところでモスラかな。色味があってなんだろうな、ゴジラと対照的な感じで、なるほど。そこに、幼虫がちゃんとセットになってる。なるほど。面白そうですね。作りがいありそうです。作りがいありそうです。そこで東京タワー。なるほど。もうちゃんと入ってて、85から105まではジオラマで、ジオラマで東京タワーを。ができるという。僕から聞いた話です。いやでもなんか僕の動画のコメントで、モスラ幼虫迷子輪切りの幼虫が届くみたいなのがあって、それめちゃくちゃ簡単そうだからはめていくだけみたいな。確かにそれいいなと思ってましたけど、すごくなかなか難しいよね。そうなんですね。昔でもなんか幼虫のリモコンのフィギュアがあった。それの復刻っていうか、進化版みたいな。進化版は見てみたいですね。そうそう。普通のタがもう繋がったモスラが、タイヤでゴロゴロゴロっていくっていうよりも各パーツがちゃんと連動して動くっていう。それを見てみたいです。ぜひ企画お願いします。はい。キングギドラはどうでしょう？キングギドラはめちゃくちゃ大変そうです。そう、難しいイメージがあるよね。首が。もし、ね、だって、首がもう、首一本そのまま出来上がったやつが入ってればいいけど、それはいいですね。それをパカッてはめるだけだったらいいけど、そのショートカットは許されないのがディアゴスティーニ。一個一個こう、組み立てていって。ちょっとずつ伸びていくみたいな。そうなんですよ。うわぁ。それがこう、動いたら、すごいんじゃないですか。3本首がありますからね。そうなんですよ。相当でかくなるかもね。そうですね。だって、ゴジラで対比を。確かに、消防士とのスケール合わせるとどのくらいの大きさなの？倍ぐらいあるんですよ。あ、そうなんだですから100メーター。1メートル。なんかデアゴスティーニさんの今一押し商品とかあったりするんですか？ありますね。あります？今まさに観光中で男性向けで一押しなのが、護衛艦出雲を作る。おお、マニアックすごいんですけど、海上自衛隊の船。
もう模型としても1メートルぐらい。1メートルはい何本あるんですか？それは115個。面白い。はい、大15変ですね、それ。逆に僕がデアゴスティーニさんの商品のおすすめ商品。おですか？それは聞きたい。デアゴスティーニさんというよりかは、デアゴスティーニさんのショップで買ったんですけど、ゴジラマスクっていうものをなんと、買っちゃったんです。これ、ディアゴスティーニさんのでショッ買えるんですけど、おー、バーニングゴジラマスクっていう、プ。おー、いいですがね。こう渦巻いているという。いいですね、それ。かっこいい。いいですか？かっこいいはいこれなかなか。で、コウさんにちょっとプレゼントをはい。ぜひメカゴジラマスクを。いただけるんですか？ぜひ。ありがとうございます。あとはなんかシンゴジラマスクと、今をときめくウルトラマンマスクとか、ウルトラ Q とか。かっこよくて、もう衝動買いしちゃったんですけど。おーじゃじゃーん。すごい。メカゴジラマスク。どうメカゴジラ合ってます、合ってます。本当？すごい。これがね、フィット感がすごいんですよ。あ、本当だ、すげえ。すごい。これ、コウさんに絶対似合うと思ったんですよ。このマスク。イワチンには、僕が今作ってる布製の、ちょっと取ってくださいね。これ、今、コウさんがつけられてた。きれい。そうですね。虹の。やばっ。虹色。わどうぞ。これも。やばいですね、これ。それ布製だから、ちゃんとしてるんだよ。普通の、普通の。いいですね。うん。かわいい。かわいい。うん。で、これちょっと自慢できますね。こちら、見てください。はい。ジオラマなんですよ。うわー、完こ成にれがね。、鉄塔。鉄塔と、溶けた鉄塔。溶けた鉄塔と、飴のように溶けた鉄塔。民家と、あとこの大ベースも、これが80号から100号までで作ることができるんですよ。 75号ぐらい。 75号からすごくないですか？すごいこのよ。土台も作れるって半端じゃないですよね。はい。民家が作れるってもうちょっと本当にどうかしてるっていう。本こ当にのね、このゴジラと同じスケールの鉄塔はこの世に存在しない。存在しない。あ、はいなるほどそうね。ですね。ここでしか手に入らない。溶けてるっていうのがすごいですよね。ね、この溶けてる感もいいよね、再現力がね。でやっぱ白黒なんでゴジラの映画は、うん。それがそうか色付きっていうのがこうそうだでね。この細かいなんていうんですかね、この芝のうん。そうこの辺も全部一個一個そうですね。これパウダーをこうかけてから。なるほどそう作業もある。そうですね。えそれでジオラマを作る技術を使いうわロスティーニさんってマニアックな集団だよね。そうですね。尋常じゃないですね。でも1話ごとに、メインが一つっていう。今日家作ったみたいな。ね。ね。この民家をもしかしたらこう組み立ててこうかぶせてとか。組み立ててねそれは嫌ですよ。一個そのまま綺麗にこれ乗っけてくださいはないからね。ないんですね。いやすごい妥協してないですね。でこれをかぶせるなんか上のフィルターも。あ、そうです。アクリルケースっていうのをアクリルケースもちょっと手順にはなっちゃうんですけど、はいご用意予定をしております。が結構もうそうだ、尻尾がでもはみ出てるので。そうなんですよ。はいちょっとね、アクリル板がかけるとき向きを変えていただかないとお収まりきらないんですけど。で、ここに、ジオラマコレクションの戦車とかいろいろ置けば、ゴジラのまさにゴジラのはいプレート置けば、いやー、ちょっとこれは、ギュアチは行くもう、もうここまで。行きます。今年中に行って、でも今飾れるスペースが自宅にないので、引っ越します。いやー、楽しみですね。ねで、これってまだ予約できるんですか？今からでも定期購読というか始められるので、なるほど、じゃあ今からでもそう大丈夫。今から1号始めるのも全然できますし、大丈75号からでもはい。購入ぜひいただきます。皆さん、はい、僕と一緒に作りましょう。で、なんか、ちょっともう一つお見せしたいのが、はい、おー、なにこれこれ、なにこれなんかすごいですね。これが先ほどお話しした護衛艦出雲。あこれが、すごい。すっげ船ですね。海上自衛隊の船なんですけれども、これ精密に再現しましたということで、すごい。すごくね、表現上結構シンプルなんですけど、中も結構作り中も込まれたりとか、開けられたりもするんですよね、実際に。実際に。でこの辺のエレベーター動いたりとか、今ちょっとありますけど、光ったりもします。これが今一押しの一押しの男性向けの110号。
はい。うわ、なんか虫みたい。虫ですね、これ。精巧な虫みたい、すっごい。うわ、すごい。大人の遊びということで、これで、まあ、自由に配置を変えていただいたり。なるほど。でも、これを真剣に、なんかもう、この熱量で取り組んでいて、社員の皆さんの異常さ、ここがいいですね。ここがいいですね。通じるものがありますね。やりきってるっていう。その道の好きな人と戦ってるわけですよね。そうですよね。要は、ある。どちらとも戦ってるし。そうそうそだって気を抜けないっていうか。心が違うんじゃないか。そう。まあ、なんでこうなったんいですかやー、それと戦ってるこのプレッっていシャーうなんかね、その各もうマニアックな人が多い中でそうなんですよ。やってるわけだから、僕なんか好きなものをただただ見てるだけなんですよ。そうそうそう。だから、本当にここに僕はゴジラとコングを乗っけたいからね。あのシーンを再現したらね、これも今予約できるんですよ。あ、そうですね。この、1月から販売スタートちょうどしたと思います。なるほど。絶賛。ぜひ、もう船先の人はもうぜひこれをね、作ってみてください。今度なんかアイドルのそっちフィギュアになっちゃうか。アイドルもなんかあるんですか？ああ、いいですね。それもありだと思います。まだないですけどね。うん、これか今はら。ないんですか？今のところはないですね。そうするとその衣装とかそういうののもうちょっとした部分とか正解。すっごいマニアックだうかわー、コウさんお好きですね。めちゃくちゃ。ら。うちの娘とかハロプロが好きで、うんスイッチであつ森で見ました。モーニングの衣装をはい。マイデザインで作ったりすごいんですよそうそういうところとかそういう人いっぱいいるからなるほど。そういう人の挑戦を受けてみるのも楽しい。挑戦をそっちの領域我々はリアルなので。リアルです。リアルの挑戦をね。なるほど。ね。いや、楽しいです。だから、無限大ですね、やれることは。ということで、はい、今日はありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。キマチンさん、以前来ていただいたときに、はいミニラに似てる人がいるってそうなんですよ。話したと思うんですが、はい、いらっしゃるんです今日いるんですよ。あ、ぜひ、ミニラに、そっくりな社員さんがデアゴスティーニにはいらっしゃるらしいんですよ。おい。会いできるんですか？そう、なんかね、今朝ちょっとお話ししたら、あ、やっと。顔出しはしたくないんですあーご挨拶だと言ってました。じゃあ、僕らのリアクションで見るっていうのはいけますかね？あ、いいとそ思います。こに立っていただいて。はいはいはい。本当ですか？じゃあどうしよう似てなかった呼んできましょうか。あ、で、ミニラを、はい、ミニラを。怪獣送信劇で一番最初に出てきた。そう。うちのふもとに一番最初に出てきたのは誰でしょうっていう。ミニラに似てるっていうのはなんか、でもなんて反応していいのか、ちょっと、なんていう、そう、褒め言葉なのか。大丈夫。本人もまんざらじゃなかった。あ、本当ですか？ミニだねっていう反応でした。まあ、バラゴンよりはいい。もしかして。僕はもうちょっと確かにそうだ。ちょっと見せて、もうちょっと見せてください、顔。まっすぐそしたらもう、ね、割と子供の頃からです。すごい。ミニラが。送信劇ミニラですね。そうですね。これデザインやってますよ、社内で。なるほど。DJ コード申します。いや、もちろんもモザイクかけますんで。モザイク。いやー、すごい。勝手ながらなんか僕、20代の女性をイメージしてたんですけど。一応僕らもね、表示デザインとかは一応私が。ゴジラの。デザインを。そうです。すごい。ミニラがデザイン。ミニラがゴジラを。ミニラがゴジラ。パパなんでね。で当時、酒井さんも、こういうポーズ、こういうラングじゃないと、ゴジラじゃ、初ゴジじゃないって言ってる。はいは高井さんの監修監修の。もう、アングルとすごいか、あと、目の色なんかもかなりちょっと変えて、そうですよね見せるように。い。すげえ。気持ちがいいね。気持ちがいいですね。そのぐらい、なんこだか、わって。単純に販売だけでなそうくで、すね。そこが元で、それを皆さんに届けたいというところですね。残念ながらね、延長号でミニラがね、なかったのがちょっと。今その話したんです。次やるなら何がいいか。確かにミニラであればもう、インタビューとか乗っけてもらってもいいんじゃないですか。歩かなくていいんでね、口からこう、